偽りの代償のリセットプレイ、やっていきましょう。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。ゼルク塾は思ったより初心者用の施設だった。もう修了試験会場に突入するしかない。本当に行けるところがないので、試験向けに行くしかなさそうですね。ちょっと前に門をくぐったばっかりなのに。他に道がないんじゃ仕方ない。行ってみましょう。あ、そうだ。その前に残りの講義も見ておかないと。動画では要約だけして全部ぶっ飛ばしますね。ここは魔法についての講義です。魔法使いと僧侶、2系統7レベルの魔法があるよってお話でした。SP によって魔法を覚えられることもある、とも言ってました。ここは状態異常についての講義。ロストだけは絶対避けろ、とのことでした。こっちだって避けてよ。ここは一方通行ドアとか隠し扉についての講義。最悪全部の壁調べろ、だそうです。結局それが一番確実。ここは宝箱の罠について。盗賊と僧侶によるダブルチェックが基本、なんだそうです。分かっちゃいるけど、数に限りがあるので。テレポーターの危険性についても話してました。ここは不確定アイテムと不確定モンスターについてのお話。名前がわからないと、アイテムも敵も危ないよ、って内容でした。階層によって出てくる敵はある程度決まってるので、ぶっちゃけあんまり気にしなくてもいいと思います。アイテムの方も、一か八かで不確定ポーションを使う、みたいなことありませんし。続いて能力値のお話。各能力値の説明と、下がることもあるって話。ここは転職についての講義。このプレイでは、訓練所での転職はいたしません。AC についての説明。AC10 の状態を、防具なしの平服の状態、と明言してました。裸ではありません。残念でしたね。レベルが上がるほど、命中率や状態以上の成功率、抵抗率も上がるという旨のお話。これは意外と盲点で、知らなかった人もいるんじゃないでしょうか。最後は講義じゃなくて、卒業式だそうです。内容的には、全滅した時のためにサブパーティは作っとけ、という趣旨の講義でした。あと、とてもいいこと言ってたので、英雄ゼルクのお言葉だけ紹介します。臆病でいい。慎重すぎるくらいでいい。最後まで生き延びた者が本当の勝者だ。格言ですね。さすがは英雄。というわけで、すべての講義を受けました。もう卒業か。入学したのが昨日のことのようです。ついさっきですけどね。というか入学してませんよね。ゼルク塾、基礎コース、修了試験会場。未だに納得いきませんが、受けるしかありませんね。修了試験。何やらされるんでしょう。やっぱりバトル？基礎知識のクイズ大会という線も。なんだ、お前らは、ここはゼルク塾の入塾試験会場だぞ。部外者は立ち入り禁止だ。出て行け。入塾？修了試験は？ゼルク様に直接会いたい？オスエドラ国王の直命だと？お前らみたいなの、いるんだよ、たまに。嘘ついてまでゼルク様に会いたいファン。見えすいてんだよ、迷惑だ、帰れ帰れ。なんだこいつ、ムカつくやつだな。はっ倒すぞ。こちらの話がまるで通じないので、仕方なく君たちは彼に会わせることにした。パーティーメンバー、大人の対応。では、部外者である自分たちは、どうすればゼルク本人と話ができるのか？何をすれば英雄に会わせてもらえるのか？それは当然、ゼルク塾に入塾してだな。基礎からみっちり学んでだな。そして入塾試験を受けて、正式に。入塾してから入塾試験受けるんですか？塾のシステムが独特すぎてよくわからん。その試験会場が、つまり、ここなのだろう。いやここ修了試験会場でしたよね。塾のシステムが独特すぎてよくわからん。ならば、合格すれば先へ進めるはず。君たちは剣を抜き、呪文栄唱の構えを取る。すると、目の前の男は鼻で笑った。まるで構えが素人だ。そんなので一発にやれるつもりか。なら思い知るがいい。ど素人の出る幕などないということを。エレメン君、カマーン。
このよそ者たちをやっておしまい。バトルでした。一丁前にボス戦 BGM ですけど、強いんですかねこいつ。ここまでに現実なんて一つもなかったし、順当にいけば普通こいつが初バトルでしょ。レベル1でも勝てる強さじゃないとおかしいのでは。そりゃそうだ。殴って確かめましょう。ウィザードリープレイヤー、思考が蛮族になりがち。スリープとスパークの効きを見てみましょう。あ、強いぞこいつ。序盤の敵で7ダメージ耐えるのはかなりタフ。さらに9ダメージも耐えた。もしかして来るとこ間違えたやつか？いやいやいや、他に行けるとこなかったし合ってるはず。スリープは効くみたい。じゃあスリープはめで突破しましょう。やれた。えらくダメージ大きいですね。睡眠ってダメージ倍化するんでしたっけ？するゲームとしないゲームがあって、もう頭がごちゃごちゃです。ダメージ的に多分するんでしょうけど、後で調べておきましょう。エレメン君が、畜生め、なんてことしやがるんだ。試験用に飼いならしたモンスターを本気でぶちのめすやつがあるか。知らんがな。あなたが勝手にけしかけてきたんでしょうが。今更そんなことを言われても、部外者であった自分たちに知る由はなく、そもそも彼は説明しようともしなかった。非があるとすれば、そちらなのでは？努めて客観的に指摘すると、男は、ぐぬぬ、とうなり始めた。詰められてて草。そして、君たちは念のために確認する。試験に合格したなら、我々も熟成。この行動の奥へ入る権利を得たはずだ。ゼルク氏を探させてもらうが、構わないか？男はとうとう、歯ぎしりを始めた。うぎぎぎぎぎぎ、まあいい、やれるものならやってみろ、素人ども。この行動は兵士や冒険者の育成機関だ。迷宮の罠も本物同様に作り込まれてる。モンスターも手強い奴が放し飼いだ。泣きべそかいて逃げ出すのがオチだぞ。ちょっと面白いなこいつ。悔しくても正しい言い分は受け入れるあたり、悪い奴じゃないんでしょうね。漫画とかによくいる、初見の印象は最悪だけど、出てくるたびに好感度上がるやつ。君たちはその場を去りつつ、ため息をつく。ただ、英雄ゼルクに配越し、王の命を伝えれば済むはずだったのに、そのために迷宮内を右往左往しようとは。意固地な男のせいで、随分と面倒なことになってしまった。これで先に進めるようになったはず。この部屋にはもう何もなさそうなので、前回入れなかった扉の先ですかね。さっきのあいつに邪魔されたとこね。試験用エレメン君をぶっ飛ばしてしまったので、会場は閉鎖されちゃいました。そしてここが例の扉。そういえば、さっきのバトルでなんか拾いましたね。それが通行証になってるんでしょう。冒険者資格証。冒険者資格証？学生証とかじゃなくて？修了試験用エレメン君の体内から出てきたからでしょうか。相変わらずシステムのよくわからん軸だ。お、通れた通れた。その扉は施錠されていた。通常の手段では解錠できず、専用にあつらえた魔法の鍵が必要らしい。アオサギが浮いた鍵穴の周辺には、美しい羽の模様が彫り込まれていた。発言室バトル。だけどカット。今回、会話パートが多くて長いので、探索やバトルはカットさせてもらいます。塾に回復のいすみがあるおかげで町に戻らないので、区切りのタイミングを逸してしまいました。なんか、やたら現出多くありません？めっちゃ多かった。
うわびっくりした。そこには、例の男が立っていた。壁に背を預け、腕組みをし、口元にはニヤニヤとした笑みを浮かべ、君たちを見下すようにして。見せてもらったよ。ここまでのお前たちの、動きをね。素人は素人なりに、少しは慣れたようじゃないか。今から言うことは、玄人には常識だがね。部屋に入るとモンスターが待ち構えている時がある。こいつらは大半が宝箱持ちだ。上質な装備品は、こうした敵から得られた宝箱から入手するケースがほとんどだ。積極的に狙っていくといいだろう。どうした急に。あと、これも、基本の木ってやつだがね。動物や人間型のモンスターには、だいたいスリープの呪文が有効なんだよ。眠っている相手への物理攻撃はダメージが倍増するので、うまく活用するんだな。調べるまでもなく教えてくれた。逆にこっちが眠らされると、それだけ危険が増すってことでもある。敵に魔法使いがいる場合は気をつけな。舐めて後回しにすると偉い目に遭うぞ。めっちゃ教えてくれるじゃん。さてはいいやつか？頼んでもいないアドバイスに辟易しながら、愛想笑いで、ご忠告どうもと返し、君たちはその場を去ろうとした。すると男は言う。まだ話は終わってないぞ。さて、この先は迷宮が複雑になってくる。道に迷って回復手段が尽きると危険だ。より念を押すならば、魔法使いがグループ攻撃呪文を覚えてから探索を進めるべきだろうな。その意味もあって、そこの突き当たりにある扉は鍵がかかってるんだよ。一定のレベルがないと進めない仕組みだ。つまり、このネルコードを設計した、偉大なるゼルク様の恩情、ってわけだ。施錠された扉を開くには、探索から調査をし、盗賊や忍者に解錠させる。一発では無理でも、何度かやれば必ず開くはずだ。それでも開かないなら、レベルが足りないと思っていい。鍛え直してやり直しだな。やっと話は終わったようだ。とりあえず、もし扉の解錠に失敗すれば、この男が横から出てきて、やっぱり素人はダメだな。という顔をすることだけは分かった。めちゃウィザードリーっぽい言い回し。にしても親切ですね。なんか裏があるんでしょうか。単純にめちゃくちゃいいやつなのでは。で、この扉がそれと。あいつの言う通り、鍵がかかってるんでしょう。かかってる。まだレベル1なので、もちろん開くはずもなく。本当に失敗したらあいつ出てきてくれないかな。会場に失敗したら発生するイベントっていうのは、仕様的に厳しいでしょう。ここは想像力でカバーしましょう。残念。というわけで、まずはおとなしくレベルを上げる必要があるみたいです。だから現実が多めに置かれてたのかな。さて、これで全員レベル2になれるので、街に戻りましょう。先に進むのは次回からですね。帰還。それでは早速宿屋に泊まってレベルアップ。このレベルアップにより、プリーストゆかりさんは、レベル1僧侶呪文をコンプリート。メイジゆかりさんは、ストーンを覚えただけでした。早くウィザードアイ覚えて。あとは、パート0でやらかして買えなかった、ダガーとフレイルを買って戦力増強。次回は鍵を開けて、その先に挑むとしましょう。ではまた次回。